チェアストーク後編ではチェスキー・クルムロフの中心地でのランチからお届けします。落ち着く雰囲気のレストランに入りました。なかなかいい雰囲気ですね。私はベリー系のレモネードを注文しました。レモネードといってもベリーの味が強い感じ。優しめの炭酸でとっても美味しい。チェコではよく見かける飲み物みたいですね。これが私が注文したもの。みんなそれぞれ違うものを選んだんだけど、私はポークネックのソテーというのを選びました。いただきます。美味しそう。せっかくみんな違うものを頼んだので、分けっこして味見をしようということで分け分けしております。4つの味が楽しめるのは一人旅にはないいいところだなって思います。一人でね、ご飯屋さんに行くとどうしても一品かせいぜい、小さいアペタイザーもう一品くらいしか頼めないからね。美味しい。ポークネックってあんまりなんか聞きなじみがないんだけど、すっごく柔らかくてホロホロで美味しかったです。味付けに特に特徴があるっていう風には感じなかったんだけど、シンプルに誰が食べても美味しいと思える一皿だなと思いました。ヴィンチェ曰く私のかヴィンチェのパパの頼んだポークの料理が一番美味しかったっていうことです。ヴィンチェは豚のレバーのソテーを頼んで、ビラグはチキン。付け合わせのベイクドポテトがいいよね。めっちゃヨーロッパの食事っていう感じがします。やっぱ豚肉がお肉の中で一番好きかもしれない。安いしね。この付け合わせのキャベツはすごく甘口で、よくチェコで食べられているものらしいんですけど、甘くてトローンとしててすごく美味しいんです。ごちそうさまでした。美味しかった。ただここ会計が現金のみで、会計時にヴィンチェのお父さんが両替にまで行ってちょっと苦労しました。チェコはね、意外と現金不可なところがあったりするので、ちょっと注意が必要かもしれません。この辺は中国人のツアー客の人がすごくいっぱいいましたね。こういう路地がいいよね。そしていよいよお城のすぐ下まで来たんですけど、うわー、こんなところにレストランがあるんですね。どうやらホテルみたいなんだけど、こんなところに泊まれるの？いつかお金持ちになったらここに泊まろうなんて話してたんだけど、意外と口コミが微妙でした。特にこのレストランの評価が低すぎてやっぱロケーション代っていう感じなのかな。コスパが悪いっていう口コミがいっぱいありましたけど、ここでお茶するだけでもいいよね。橋の反対側はこんな感じで、こっちもめっちゃいい雰囲気。なんかシルバニアファミリーを思い出しました。こういうね、お家のセットがあったら夢だな。だんだんお城が近づいてきたよ。もう橋を渡ったらすぐお城です。橋を渡った先も結構お土産屋さんとか雑貨屋さんとかお店がいっぱいありますね。見て見て、もうここはすでにクリスマスムードです。テンション上がるな。ここの先は何だろう。最初はなんか教会か何かかなって思ってたんですけど、どうやら博物館みたいです。私たちが行った日は月曜日だったんですけど、やっぱり博物館系は休館日ですね。月曜日とかはちょっと注意が必要です。少しベンチで休憩。結構歩いたんだよね、なんだかんだ。
ヨーロッパの秋は雨が多いって聞いてたんだけど、晴天で嬉しい。ヴィンツェの大あくび。鳥のさえずりではなくてね、さっきビラーグが買ったタピオカの最後の一粒を掘り起こそうとしている音です。いよいよお城に向かいます。ようやくだね。そんなに大きい町じゃないんだけど、結構歩いた感じがします。お城の前にこんな綺麗な猫が。めっちゃ人懐っこい。城の前に住む猫はやっぱりその辺の猫とは違いますね。風格があるわ。ここが城門付近なんだけど、実はここにはクマがいるらしいっていうヴィンツェ情報。本当に？ちょっと半信半疑。姿が見えないのでにわかに信じられません。城門をくぐると奥が広場になっているようです。わあ、すごい。まさにヨーロッパのお城だ。そしてこの素敵な広場、本当に絵はがきから飛び出してきたっていう感じ。強さも感じるし、可愛らしさも感じるという、この辺にチェコのセンスを感じるんですよね。こういうところの中を歩くにもお金はかかりませんでした。本当ヨーロッパの観光地って太っ腹だよね。さすがに場内は人でいっぱいです。なんだろうね、やっぱ日本の観光地ってそれぞれでお金取ってやっぱ管理費っていうのもあるからなんだと思うんだけど、駐車場代とかね。だけど本当良心的で旅行者としてはすごく助かります。ピラーグが何かを発見。クマのポストカードだ。ヴィンツェの話は本当だったみたい。城の前にクマがいるのか、すごいね。肉食動物を城の下に置いとく感じがヨーロッパっていう感じ。日本にないセンスよね。ヴィンチェとヴィンチェのパパがここを発見しなかったら危うく見落としてしまいそうな絶景スポット。こんな狭いところからの景色が、この素晴らしさ。ここからの眺めはこんな感じです。ちょっと高台に来るとまた街の見え方が全然違いますね。さてここで珍事。ヴィンツェ手当たり次第にドアを開けまくっていたらついにドアが開いてしまう。なんか管理事務所みたいなのが中にあったらしいです。失礼しちゃうよね本当。なんか他は全部閉まってたから、なんかとりあえずドアノブを回して歩いてたら開いちゃったっていう、こういう人もいるので城の戸締まりには気をつけてください、管理者の皆さん。でも本当にドアノブ回したくなるような可愛いドアがいっぱいあるから、ヴィンツェの気持ちもわかる。でもさすがに他のドアは開きませんでした。そりゃそうだよね。わあ、ここも素敵な壁面。右下に女性が座り込んでるのが見えたかな。あそこで壁の修繕をしていました。いい仕事だよね。見てください、秋色に入る街だ。チェスキー・クルムロフほど秋が似合う街もなかなかないかもしれませんね。坂道を登っていくと何があるんだろう。城内はかなり広そうですね。
なんと大きな庭園が現れました。ちゃんと高いところから眺められるようになってるのね。まるで不思議の国のアリスの世界です。こういうお庭って私人生で初めて来たかもしれません。時計を持った白ウサギがピューンって飛び出してきそう。アリスごっこができるね。私ディズニーのアニメ版のアリスがめっちゃ好きなんですよね。ちょっとなんかあの映画って頭おかしいところがある。まあ原作がそうだからなんだと思うけど、そこが好きなのよ。奥まで来ると真っ黄色に染まった公園が出てきました。なんか幻想的ですよね。すごく高い生垣がずらーっと並んでます。なんか高貴な気分になるわ。さらに奥に行くとすごく綺麗な池がありました。カモのようでカモでない鳥がね、悠々と泳いでいます。見てください。ここの池も静かでね、めっちゃいい感じでした。私朝ごはんの残りのドーナツを持っていたのでそのかけらをポイポイ投げてたらいっぱい集まってきました。ここは先ほどの観光地の中心のところからはかなり離れているので人も少なくてめっちゃおすすめの場所です。お城の博物館、月曜日で休みかなって思ったんだけど、なんかねシーズンによって空いてる時と空いてない時の時間帯とか曜日が違うみたいです。事前に行きたい人は調べておいた方がいいのかも。私とヴィンツェはいつも行き当たりばったりで決めちゃうからこうなっちゃうんですけどね。一応中の灯台まで入れそうだったので2人でチケットを買って最上階まで登っています。あの高い塔、ずっと映像に映ってた高い塔、フル階段です。エレベーターとかはもちろんありません。なのでご高齢の方はちょっと難しいかな。元気な人は歩いてください。階段の途中途中もダンジョンのような楽しさがいっぱいあります。ずーっとただ階段が続いてるっていうわけじゃないから、なんか意外と途中途中楽しみながら登れるのがいいよね。いやー、しかし乳酸が溜まってきました。こんな感じでお城についての展示もあります。このね絶妙なクオリティの展示があるっていうのは日本のなんかお城とかもそういうのあるあるですよねあと少しでてっぺんというところで巨大な鐘が出てきましたね。じゃーん、 like a Notre か Dame. っこいい。ノートルダムの鐘だノートルダムの鐘ではないけどめっちゃかっこいいです。はあ、荒さ息も絶え絶えお聞き苦しいと思いますがお許しください。 My leg. ダメだね、体力つけないと。じゃーん、ようやくてっぺんまで到着しました。すごーい。先ほどの上からの景色も高台からの景色も良かったけど、これはなかなかの高さがあってますます街の全貌が伺えます。オレンジの屋根がかわいいな。
疲れて休んでいるビラグとお父さんはちょうどこの下の広場のベンチに座っています。見えるかな？ He said 向 something. こうも私たちが見えて後で手を振ってくれました。美しい絵本を開いたような高揚感があります。いや基本的にここすごく周りは田舎だから奥に山ともうヨーロッパっていう感じの広々とした丘が広がっているんですよね。今まで見てきたプラハとかブダペストってやっぱり都会だったからこの独特の雰囲気は味わえなかったですね。さすがにこの高さからだとチェスキー・クルムロフの独特な地形を体感できます。登ってみてよかったムービーだったっていうね、あるある。そしてなんと上から見ていたらクマがいました。なるほどね、橋の下がお部屋になっててさっき見た時は中に入ってたんでしょうね。さて塔の下に降りてきました。意外とクマモチーフは街に散りばめられていました。気づかなかったな。何度も言いますけど私坂と階段の多い街が大好きなんです。ここはさっき上から見ていたブルタバ川、モルダウ川ですね。大きな観光地っていうことではないですけど一日まるまる十分楽しめました。すごく良かったです。さすがに全員ぐったり疲れてしまったのでちょっと休憩してから外に出るとハロウィーン、実はこの日はハロウィーンの日でもう宿から出ると先ほどの宿の前の広場にジャック・オ・ランタンがいっぱい。どなたがこんな粋なことをされているんでしょう。しかもねそれぞれちゃんとクオリティが高くてめっちゃ可愛かった。実は旅行行く前にハロウィンパーティー行こうっていう話をしてたんだけど急にこの旅行が決まったから行けなくなっちゃって、でも旅の途中で気分だけでもこうやって味わえてとっても嬉しかったです。 Heart shape. 誰かわからないけどありがとうございます。すごく楽しめました。ほんとクオリティ高いよね。そして翌朝早くに出発しブダペストへの帰路に着きました。オーストリア北部を経由して帰るんですけどもうずっと田舎っていう感じ。さて今回の動画楽しんでいただけましたでしょうか。またハンガリーの動画でお会いしましょう。バイバイ。ロマンチックな星空にあなたを抱きしめていたい。南風に吹かれながらシュールな夢を見ていたい。見えない自由が欲しくて見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。トレイントレイン走って行け。トレイントレインどこまでも。トレイントレイン走って行け。トレイン